こんにちは。アダルト・チルドレンについての電子書籍作家、自分探しイズムです。現在のところ、Amazon で電子書籍を5冊出しています。5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方はそちらも読んでみてください。今日は教育虐待やスポーツ虐待について、毒親の心理や子供に与える深刻なダメージを解説します。自分は虐待は受けていないと思っている人でも気づいていないだけで虐待を受けているということがあります。今生きづらいのであれば何らかのヒントが得られるかもしれませんので、よかったら最後まで見ていってください。このチャンネルではアダルト・チルドレンの治し方や改善方法、生きやすくなるための情報などを発信しています。興味のある方はチャンネル登録をお願いいたします。また字幕の整備もしてありますので、必要な方は字幕の設定をオンにしてください。皆さんは虐待と聞くとどのようなことをイメージしますか？一番最初に思い浮かべるのは、殴る、蹴る、ビンタなどの身体的な虐待という人が多いと思います。でも虐待はこれだけではありません。性的虐待、心理的虐待、ネグレクトなども虐待です。心理的虐待は、身体的虐待や性的虐待、ネグレクトなどに比べると分かりづらいですね。例えば、暴言、脅し、無視、人格否定、愛情の欠如などは心理的虐待です。さらにもっと分かりづらい虐待が教育虐待やスポーツ虐待です。教育やスポーツに熱心な親はたくさんいますね。たくさんいますが、この人たち全員が虐待をしているわけではないです。だから分かりづらいのです。今日はこの分かりづらい教育虐待とスポーツ虐待にスポットを当てます。今、教育虐待やスポーツ虐待は分かりづらいと言いました。これは何も教育虐待やスポーツ虐待に限らず、最低な親はいい親と似ている部分があります。どういうことかというと、人は心が未成熟であればあるほど、それがバレないように自己防衛をします。つまり最低な親は最低な部分を隠していい親のふりをします。だから一部分だけしか見なければ騙されます。まずいい親や普通の親から見てみましょう。心の成長している親や普通の親は子供の成功を願います。子供の成功が一番重要で、そのためにサポートをします。なので、このような親も教育熱心になることがありますが、子供の成功のために熱心になっているのです。次に、知らない親もいます。知らない親とは、このように育てると子供に悪影響を及ぼすということを知らないということです。それを知らなければ、善意のみで子供を地獄へ突き落とすことも可能です。最近は SNS やネットが盛んになっていますが、昔は今みたいに簡単に学べなかったのです。だから子供に過度な期待やプレッシャーをかけることで出る子供への悪影響を知らない親は多かったのです。だからその犠牲者になった人も多いと思います。でもこれは知らなかっただけです。今日取り上げたいのはもっとひどくて劣等感や
ナルシシズムがすごくて、子供を使っていい思いをしようとしている大人たちです。このような人も子供を地獄に突き落とそうとしてやっているのではなくて、こうしか生きられないのです。こうしか生きられないのですが、子供を地獄へ突き落とす危険な人たちですので、これ以上被害を大きくしないように理解が必要です。では、劣等感が病的に強く、でもそれを感じないで済むように子供を使っていい思いをしようとする大人のことを考えてみましょう。病的に劣等感が強い人は、自分はひどく劣ったどうしようもない人間と思っています。でも人はそのような認めがたいことから逃げようとするので、その感じ方に猛反発もしています。つまり一方でひどく劣ったどうしようもない人間と思い、もう一方でふざけるな俺は劣っていないと反発しているのです。この深刻でひどい劣等感を普通の劣等感とは分けるために、ここでは病的な劣等感という言葉を使うことにします。普通の劣等感は数字で表すとマイナス100としましょう。病的な劣等感はマイナス1万なんです。マイナス1万を感じなくするためにはプラス100ではダメなんです。プラス1万が必要なんです。欲しいという感覚ではなくて、無意識の必要性で、必要で必要で必要なんです。必要で必要で必要だから、要求が高くなりすぎます。ここが普通の劣等感とは違うところです。なので、あえて病的という言葉を足しています。病的な劣等感があれば、自動操縦で俺はすごいんだぞと虚勢を張ったり自慢話をする人になります。自動操縦といったのは無意識で生きているとそうなってしまうということです。心の深い部分にある劣等感に操縦されているということです。このような病的な劣等感がある人が親になると、子供を使って俺はすごいんだぞと虚勢を張る人まで出てきます。こうしなければならないという自分の必要で必要で必要な高すぎる目標に子供を当てはめます。そこで子供を偏差値の高い大学に入れようと、あるいはスポーツで成功させようと、厳しく子供に勉強やスポーツを教えるのです。同じように子供に熱心でも心の成長したいい親は違います。いい親は挑戦しないと成功しないよと教えてくれます。これは自分の劣等感から子供を操作する悪い親も同じことを言います。そして子供が失敗したとしましょう。いい親はまず頑張った子供を認め、挑戦したことを褒めて、最初はみんな失敗する。失敗したからといって無能じゃないよ。そこから学べばいいんだよと教えてくれます。そして大人の知恵で子供には気づかないことをアドバイスしてあげたり、一緒に考えて寄り添ってあげたりするかもしれません。悪い親は子供の失敗により
自分の必要で必要で必要なものが満たされなかったのですから、だからもっと勉強しろと言っただろう。なんでお前はこんなこともできないんだ。誰々はもっと努力しているからあのようになれたんだ。お前は劣っているのだから人より勉強しろ。お前は取り柄がないのだから人より練習しろ。と、何のアドバイスもしないで子供を責めます。ここに違いがはっきりと出ます。何のアドバイスもしないのはできないからです。自分のことは棚に上げて子供に不可能な要求をしています。だから自分自身で心の必要性を満たすのではなく、子供を利用して満たそうとしているのです。要するに根っこに自分の欲求は完全に満たされて当たり前だという甘えの心理があるんです。甘えを理解することはアダルトチルドレンにはとても大切なことです。甘えについてはアダルトチルドレンの甘えについてという動画で詳しく話しましたので、よかったらそちらも何度でもご覧になってください。概要欄にリンクを貼っておきます。この甘えと必要で必要で必要な強い心理的必要性があるから、高すぎる要求も高すぎるとは思えないんです。そこで手に入らないのは何かが不当で誰かが悪いからだということになります。そこで自分は何もしないで結果だけを強く求めているのです。強く求めるだけではなくて、その高すぎる要求が手に入って当たり前だと甘えた感じ方をしています。これが必要で必要で必要な何かを無理やり子供を使って満たそうとしている人の姿です。これで子供に悪影響が出ないはずがありません。近所の人がこういう親だけど悪影響ではなくていい影響が出ていると思う人もいるかもしれません。気をつけてほしいのは、本当に気をつけてほしいのは、このような親は第三者から見ていると子供思いのいい親に見えます。月謝の高い塾に入れてあげる。家庭教師をつけてあげる。親が勉強やスポーツを教えてあげている。子供の試合はいつも見に行って応援している。などなどで子供に熱心ないい親に見えます。そこで傍から見ていると悪魔の親が天使に見えることがよくあります。そして当事者同士も勘違いしがちです。まず親が自分をいい親だと思い込んでいます。本当は子供のためではなくて自分のためです。でもそれは認められません。人は自分についてネガティブな感情は認めたくありません。心が未成熟であればなおさら認めません。そこで子供のためにこんなにしていると意識します。もともとの自己イメージが悪すぎるので、自分で自分のことをいい親と思わなければ生きていけないのです。こういう時人は自分は自己中心的に子供を利用しているとは意識しません。こうなるとまだ何もわからない子供は親は自分のためにしてくれていると思い込みます。このように当事者本人たちも悪魔を天使と思い込んでいるのです。そしてだからこそ子供は自己蔑視を深刻にしたり
余計にひどく病むのです。また、虐待が終わっても、真相を見破っていないから、どんどん心を悪化させているのです。自分は教育虐待やスポーツ虐待をされていたと思う人は、親をよく観察して、早く真相に気づくことです。そして、虐待、体罰、暴言など厳しくすると子供は頑張るから成績が上がります。でもこのように育てられた子供は大人になってから心が壊れてきて苦しい人生になります。ここがポイントです。虐待されてもすぐには壊れません。だから厳しくされていたその時期だけを切り取ると成績が上がるから厳しくした人、つまり親や先生は周りから尊敬の目で見られるのです。心はひどい扱いを受けても大抵最初は耐えられます。憎しみの抑圧なども最初から大変なことにはなりません。最初は抑圧してしまっておけます。でも年を重ねていくとだんだんと問題が現れてきます。こうして人生が辛いものへとなっていきます。生きづらいのは心にこのようにしてできた問題があるからなのですが、その問題を与えた人に感謝しているということがあります。まだ何も気づいていない人は、親のおかげで成功したと思っていたりします。地位や学歴は得ても、不幸なら成功ではなくて失敗です。人間は名誉や地位やお金では幸せになれません。では子供にどのような問題が出るのかということですが、ここで取り上げているような親は、もともと病的な劣等感があって、その問題を周りに勝ちまくることで解決しようとしているのです。つまりおそらくこの親も小さい頃に親との間で、もちろん親とは限りませんが、多くの場合は親ですので、親としておきますが、おそらく親との間で何かがあったのです。であれば、病的な劣等感は周りに勝っても解決しません。この親は小さい頃に自分の存在を全否定されているのかもしれません。全否定とは、例えばこのような教育虐待やスポーツ虐待もそうです。虐待はありのままの子供を全否定しているということです。この親も全否定されていて、病的な劣等感ができたとします。だとしたら、周りに勝っても、勝っても、勝っても、その心の傷は癒えません。なので、子供は頑張っても、頑張っても、頑張っても、ああなれ、こうなれ、もっとこうなれ、なんでできないんだと、ぐちぐち言われ続けることになります。あるいはため息をつかれたり、嫌な顔をされるかもしれません。こうなれば子供は、自分は不完全で劣っている。どんなに頑張ってもまだ十分ではないと学んでしまうことになります。だから子供もありのままの自分を肯定できない人になります。それどころか自己蔑視や自己否定がすごくなり、病的な劣等感を持つことになります。ここで気づいてほしいことは、子供の実際の能力は関係ないということです。人は能力があろうがなかろうが、
激しく責められて育てば、病的な劣等感を持ち、自己否定をする人になります。逆にありのままの自分を受け入れられて育った人は、ありのままの自分でいいわけだから、自分でも自分を受け入れる人になります。能力の問題ではないということです。これは大切なポイントです。次の問題は、もともと子供は親に愛されたい生き物ですし、さらに親なしでは生きられないので、親に嫌われることは死活問題です。こうなると親の期待に応えることがとても大事になります。だから親が子供を使って自分の心理的必要性を満たそうとしている場合、子供はいつの間にか親の期待を自分の願望と錯覚してしまう可能性が高くなります。このような親子の場合、親の欲求しかありません。子供は自分の欲求を無視されています。だから子供は自分の欲求すらわかりません。自分の欲求がわからないから、本当は一流大学に入れたいのは親の期待でしかないのに、自分も一流大学に入ることが夢だと思い始めます。このように何でもかんでも親が力で決定し、子供を操作していると、子供が自分で考え、自分で決定するという意思と自立の能力が育ちません。こうして自分の意思と自立の能力がなくなると、したいことをして人生を楽しむのではなく、ただ義務感だけでしなければならないことをする辛いだけの人生になってしまいます。さらに教育虐待やスポーツ虐待などで親に支配操作されて生きてきた人は、欲求や意思だけではなく特徴や適性も無視されています。内向型なのに外向型を求められていたり、傷つきやすいのに強さを求められていたり、体育会系なのに勉強を求められていたり、音楽の才能があるのにスポーツをさせられていたりします。これでは自己実現できるわけがありません。そこでひどい人の場合は、職業さえ親が望む職業を選んでしまう人もいます。このように親に支配操作されるということは、自分の人生を奪われるということです。そして、親から力で強制されてきた人は、そのスパルタ的な力で、ある時期までは成功しているように見えるかもしれません。もしかしたら立派な職業に就くかもしれません。でもいい職業に就いてから心の病気になったり、燃え尽き症候群になったり、仕事が続かない人になったり、途中で挫折してしまう人も少なくないです。なぜならスパルタは短期的な効果しかないからです。スパルタは心の問題などを考えると長期的にはマイナスです。自分から進んでしたいことをするからドーパミンが出るのです。長期的にはドーパミンを出している人が勝ちます。スパルタではドーパミンが出ません。しなければという義務感だけで頑張りすぎている人はどこかでポキッと折れます。ではポイントを振り返りながらまとめていきます。子供に熱心な親は2種類います。
本当に子供のためを思って子供に熱心な親と、自分の心の必要性を満たす道具に子供を使っている親です。病的な劣等感のある親は、心の底にあるその病的なものを晴らす道具として子供を利用することがあります。つまり子供を使って周りに勝とうとします。この場合、子供への期待が非現実的に高くなりすぎるので、親は子供に満足できません。そこで子供がどんなに頑張っても褒めません。逆に責めます。こうなると子供も病的な劣等感を持つことになります。なのに心が未成熟な親ほど自分の自己中心性は認められません。そこで例えばですが、私は子供のために大変なのにこんなにしている。だからもう私はボロボロと言います。ならやめればいいじゃないかと言われても、絶対にやめません。それはそもそも最初の時点で子供のためではなくて自分のためだからです。でも子供のため、子供のためと言うし、努力の方向は間違っていますが、確かに子供に一生懸命でもあります。だからこの一部分だけを切り取ると、子供に熱心ないい親に見えます。傍から見ていると表面的にはいい家族に見えます。また周りの人はうすうすおかしいと気づいていても、だからこそ子供思いのいい親ねと言うかもしれません。子供思いのいい親ねを教育虐待やスポーツ虐待を受けている子供に言う大人がいるかもしれません。私はそういう人を知っています。この心理は教育虐待をするようなちょっと心理的におかしい人は傷つきやすいので、周りの人はそのおかしい人を傷つけないように無意識で気を使うのです。だからこのようにうすうすおかしいと気づいていても、だからこそ子供思いのいい親ねと虐待を受けている子供に言うかもしれません。こうなれば子供は追い詰められます。誰も分かってくれない。みんな敵だ。という思いを無意識に抱えながらも、意識では自分が悪いんだという思いを強めていきます。こうして親に植え付けられている病的な劣等感をさらに強めることになります。アダルト・チルドレンの性質上、気づいて直し方や改善法に真剣になるのは、ある程度大人になってからです。一般的には子供のうちはそもそも気づいていません。だからこのチャンネルも子供は見ていないと思います。でも真剣に見ることはなくても、偶然に見ることはあるかもしれないので言わせてください。自分は教育虐待とかスポーツ虐待をされているかもしれないと思ったら、あなたは悪くありません。親がおかしいのです。いい親は子供を力で支配しないで話せる環境を作ります。そして選択肢を増やしてくれるかもしれませんが、親が全部を勝手に決定するということはありません。つまり子供を一人の人間として尊重します。そして人には伸びる時期と伸びない時期がありますが、子供の伸びない時期に耐えられます。いずれ成長するであろう子供の姿を信頼できます。
過度なプレッシャーをかけられたり、自分の適性や気持ちや自主性は無視され、無理やり力で強制されるというのは、あなたは一人の人間として尊重されていないということです。これは虐待です。人生を失う前に学校の先生に相談してください。さて、病的な劣等感を持つ理由は、教育虐待やスポーツ虐待だけではありませんが、教育虐待やスポーツ虐待をされて育った人も病的な劣等感を持ちやすいです。病的な劣等感を持ってしまった人は、毒親と同じように子供や弱い者を利用して自分の劣等感を晴らそうとするのではなくて、健全なやり方で自己肯定感を上げなければいけません。そのようなことを劣等感を克服しようという電子書籍に書きました。興味がある方はそちらも読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。では長くなりましたので今日はここまでにします。劣等感についてはまたいつか別の動画で話します。仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。バイバイ。